ここの蔵の木桶で今150年ぐらい使ってます。で奥が100年ちょっとぐらいですね。でこの表面にこうたくさんこうついてるのがこれお醤油を作る発酵させる菌なんですね。乳酸菌とか酵母菌なんですけどやっぱりずっと使ってると菌って住み着いてくるんですよ。で木の桶とか柱とか梁とか土壁にも菌がいるのでお醤油作る菌って自然と入って自然と発酵が始まるんです。今こうやって木桶で作るお醤油自体が、実はあまり残ってなくて、日本でこう生産されるお醤油の大体 1% ぐらいしか残ってないんです。もう 1% で 99% はもう工場で大きなタンクとかこうコンクリートのプールのようなところで工業的にこう培養した菌を使って短期間で作るんですけど実は醤油業界で使われてる木桶っていうのが実は3分の1が小豆島の醤油屋が使ってるんですよ。実はこういう伝統的な作り方って小豆島以外にそんなに数が残ってないんです。で醤油以外にも、お味噌とかお酢とかみりんとかお酒って発酵調味料が昔みんな木桶で醸造してたんですけど結構イメージとして強いのはお酒のイメージが強いと思うんですけど実は圧倒的な数を醤油が使ってるんですよ。それで全体の 1% しかなくてで醤油以外に、その次に多い木桶をたくさん使ってるのはお味噌なんですね。でもお味噌ももう醤油の3分の1以下なんです。で実は醤油味噌以外がほとんど残ってなくて、若干お酢が残ってるのとその次にやっと日本酒なんですね。だから日本酒の場合は日本中の酒蔵が醸造に使ってる木桶これを全部足しても多分うちより少ないんですよね。でみりんがもうゼロなんですよ。なので結構皆さん昔使ってた木桶とか写真とかイラストでこのイメージは使うんです。イメージは使うんですけど実は醸造に使ってないってものすごい多いですね。ここにある桶はもう全部醸造で使ってます。ですから置くとここで菌のつき方が違うと思うんですよ。やっぱり150年ぐらい使うと菌がつき方多いですし正面に1本だけあるのはあれが10年なんです。なので10年使った木桶が100年後に周りの木桶のように菌がついてきて150年後にこうなるんですよね。10年の木桶にこうやってびっしり菌がつくのを見ずに私先に墓場に入るんです。100年だとこんな感じなんですよね。ですからやっぱり菌のつき方が150年の桶とは違うと思うんです。でこれが10年11年目に今ちょうど入ったところで今年の9月末で11年柱にもついてますね。こういうところも全部金です。ですから海外だと醤油のことをねソイソースって言うんですよ英語で。なのでソースなので工場で合わせてできるものって思ってる人結構多いんですよ。発酵食品だと思ってないというかね。で逆に海外の人から見ると木の容器で発酵させるってワインとかウイスキーと一緒じゃないっていう感覚を皆さん持たれる感じですね。でちょうどこの10年の木桶なんですけどこれ私自分で作ったんですよ。というのは醸造用のこういう大桶を作る職人さんがいないんですよね。なぜかっていうと一番需要のある醤油業界で 1% しかないんですよ。で100年150年使えるんです。そうすると1本作ると次の仕事100年とか150年先なんですよね。なので基本的に需要がないので、小さい寿司桶なんかを作る職人さんはまだ、4050人いるんですけど大桶ってほとんどいないんですよね。うち2009年に木桶が足りなくなってで当時1社だけだったんです。大阪の堺に藤井製桶所さんってあってその1社だけだったので、そこに新桶を、目いっぱい借金をして
9本発注したんですよ。そうすると納品の時に言われたのが、醤油屋から新桶の発注が来たのが戦後初って言われた。2009年で。いろいろ聞くと初めて新桶の発注来たのって戦後で2000年らしいんですよ。東京の青梅市にある小沢酒造さんから1本注文来たのが戦後初で、その後に味噌屋で2本、お酢屋で1本なんですよ。でこれ味噌は八丁味噌の2社、丸屋さん、角久さんから1本ずつと、お酢は宮津の飯尾醸造さんから1本。今まで4本しか作ったことがない。でそれをうちが9本新桶発注して、で、これなぜかその桶屋さんって3人兄弟でやったんですね。3人いないと組めないんですよ、最低でも。でじゃあ何してるかっていうと、桶では食べていけないんですよね。本業木工所でそっちで稼いで、で木桶のメンテナンスとか組み直し、中古の桶の組み直しとかあると、その桶の仕事をして技術を残してきただけなんで、3人兄弟の三男がね、多分今年70なんですよ。もういつまでするか分からんでって言われて、自分の桶自分で直してねって言われて、でまずいなと思って3年借金返したんで、銀行に返したお金もう一回貸してって借りて、で、月3本発注して、それは2012年の1月かなに発注して、で同級生の大工と一緒に桶屋さんに習いに行って、その3本を違う工程で止めてもらうんですよ。でそれを使って全工程教えてもらって、でこちらへ帰ってきて2013年の9月に自分たちで初めてこの1本作ったんです。でうち新規事業でね、桶屋を始めたんです。でこれなぜこんなことをするかっていうと、私生きてる間大丈夫なんですよ。俺まだ100年ぐらいの桶があるんでまだ使えるんですけど、結局息子とか孫の世代の時に桶が使えなくなってるはずなんですよね。で桶屋さんって1社しかいなくて、その1社も、2020年ぐらいで辞めるって言ったので、そうするともう作れなくなりますよね。なので、私が習いに行って桶を自分たちで作れるんですね。そうしないと子供とか孫の世代に木桶仕込みの本物の醤油がなくなるんですよ。でこれって和食が世界遺産になりましたけど、ベースの基礎調味料今工業品なんですよ。で桶を作る技術がなくなると、そこから50年ぐらい先に日本の醤油、お酢、みりん、お酒、お酢、発酵調味料の本物がゼロになってるんですよ。自分たちが死んだ後の話ですけど、でもタイムリミットが桶屋さんが辞めるまでだった。なのでうちが新規事業、習いに行って新規事業で桶屋を始めて、で、いつも1月2月に今、桶作りのサミットをしてるんですけど、その時に2年目からいろんなメーカーに声をかけてるんですね。これなぜかっていうと、醤油屋が自社で桶を作りますよね。そしてやっぱりメディアが来るんですよ。そうするとうちの醤油が売れるんですけど、その時に思ったのは、自分のところの醤油が売れたら孫の首を絞めてると思うんです。これなぜかっていうと、1% の市場でうちの醤油がいくら売れても、うちは木桶がある数しか作れないんですよ。で結局桶職人には仕事がないですよね。そうすると仕事がなければいつか辞めるので、結局なくなるんです。なので2年目からいろんなメーカーさん、地方の真面目にきちっと木桶で醤油を作ってるメーカーさんに声をかけて、一緒に桶作りませんか。で小豆島に来てもらって一緒に桶を作りながら技術も全部オープンにして、で職人も育てていって、でメーカーさんに言うのは 1% の市場を奪い合うのやめませんって言うんですよ。でみんなでこの木桶を PR して 1% を 2% にしましょうよ。でみんなで 1% 奪い合うのとみんなで 2% にするのとどっちが楽って言って、みんなで 2% にする方が楽じゃない。その代わり競争は品質でしましょうって。でこうやって木桶で作ると蔵ごとに味が変わるんですよね。やっぱりワインとかウイスキーと一緒で醸造所ごとに菌の生態系も違うので味や香りが変わるんです。でそうすると自分たちが目指す味や香りを追求しながら品質で競争することによってレベルが上がるじゃないですか。そうすると評価も上がるので、それ 2% に持っていきやすくなるんですね。でそれを品質で競争しながら、みんなで、市場を奪い合うんじゃなくて木桶を PR して 1% を 2% にすると。
そうすると倍じゃないですか。メーカー売り上げ上がる。でもし使ってない木桶があったらそれを使うと生産性も上がる。で桶が足りなくなってくる。そうするとうちに発注して、じゃあうちで職人育てるから、で職人に仕事がある。で消費者にとっては 1% が 2% になると、倍ですよね。本物を味わう機会が倍になるんですよ。そうするとメーカー、消費者で桶を作る職人、このウィンウィンウィンの三方よしの仕組みを作るのがうちがやってる今プロジェクトなんですよね。そうすることによって、桶職人も仕事があって、メーカーも消費者も。でそうすることによって次の子供とか孫の世代でも本物の基礎調味料が残ってる。こういう蔵でタンクを置いて作ってたんなら蔵に菌がいるはずなんですよ。でも最新の綺麗な工場の中でタンクで作ってるとバイオスタキン添加してるんで、そのバイオスタキン入れるしかないです。はじめ。でもこれ我々で研究をしてるんですけど、これ宮崎大学の清先生という先生に研究してもらうと、木桶とタンクで同じメーカーさんが作った麹を同条件で仕込むんですよ。そうすると自然と周りから菌が入ってきて、木桶の容器だけ菌の多様性ができるんです。菌層が増えていくんですよ、菌が。なぜかわからないですけど。でポリの容器は増えないんです。だから多分ね増えてはいくと思います。で何年かすると、空気中に酵母とかいるんで、何年かしてくるとその蔵の独自の生態系が木桶にできるはずなんですよね。でも今その木桶の醤油が、海外の人に認知度が上がってるんです。これ伊勢丹のシンクタンクの方に言われて、どうせ日本の 2% 目指すんだ、世界の 1% 目指したらってポロって言われて、でその後には腑に落ちたんですよね。これなぜかっていうと、地方の醤油屋さんって都市部にどんどん商品売ってるわけじゃないんですよ。でうちらは東京とか大阪にどんどん出荷しますけど、こういうのも稀な醤油屋で、普通の醤油屋は地元が証券なんですよ。で地元の飲食店とか地元のスーパーに卸して販売してるんですけど、例えば人口50万の都市に5社醤油屋があったとしたら、木桶できちっと作ってるメーカーがタンクの醤油と価格競争してるんですよ。で地方の都市でどんどん人口が減ってきて、で1社後継ぎいないとかで辞めるんですよ。その1社の辞めた売り上げを4社が奪い合って現状維持が今の地方の醤油屋なんですね。でもそこでタンクと木桶のメーカーがタンクと価格競争してきついですよね。でも世界の 1% を目指した時に、この木桶のメーカーは市場が50万じゃなくて70億80億なんですよ。で日本だと醤油は日常品ですけど、海外に行けば嗜好品になりますよね。そうするといいものは高くてもいいんですよ。そうすると木の容器で発酵熟成してるとワインと一緒じゃない、特に欧米の人は感じるんですけど、そうするとその蔵独特の個性があって複雑な味わいがあっていいものっていうのを認識してもらってるんですね。でそうするとその50万の都市で木桶で醤油を作ってるメーカーさんの醤油がむっちゃうまいやんっていう一部のマニアを捕まえれば経営が成り立つんですよ。70億80億の市場で。で地方の真面目に木桶で作ってる醤油屋さんが生き残るのは私それしかないと思って、で世界の 1% を目指そう。我々は木桶醤油でブランディングしてるんですね。でソイソースだと工場で合わせて作れるので、木の容器で発酵する発酵食品ですよっていうので、今実際アメリカでも醤油の表示ってソイソースと醤油ともう半々なんですよ。もう醤油で通じるんで、このタイミングだとで木桶醤油で PR をして、でワインと一緒で蔵元ごとに特徴があって複雑な味わいがあってっていうのを PR しながら、そうすることによって海外の人からするといいものは高くてもいいんで、それを評価してくれる。特に欧米の方の評価は高いですよね。地方の真面目に木桶で作ってる醤油屋さんはやっぱり海外を目指すしか多分生き残る道はないんだろうなと思ってます。
全然違いますよ。全くもう違う食べ物というか。違う食べ物というか木桶で作るとうまいんですよね。で各いろんな木桶で作ってるメーカーさんも美味しいから木桶で作ってる。でタンクの醤油はねしょっぱいです。ででもタンクが悪いかっていうとタンクで大量生産しないと量ができないんで足りないんですよね。でタンクの良さは平均70点ぐらいの醤油を大量生産するのは向いてるんですよ。で木桶の醤油は80点90点95点の醤油もできるんですけど60点50点の醤油もあります。でもその60点50点の醤油が悪いかっていうとその醤油って全然味や香り違いますけど食材の相性があるんですよ。なので食材によっては50点60点の醤油がその食材に使うと80点90点になってるんですよね。逆に80点90点の醤油がある食材に使うと70点60点になったりするんです。それが今多分一番面白いところだと思いますね。これがもろみなんですよ。でこれを組み出してこう絞って、この後絞りますけど絞ってお塩にしていくんですけど色が違うと思うんですよね。で色の薄いのがこの冬場に仕込んだものでここに蔵の菌が入って今から暖かくなると発酵が始まるんですよ。でその後熟成をするんですけど色の濃いのがこう熟成中なんですよ。なので濃いのがたくさんあると思うんですけど、濃いのは発酵したのが去年とか一昨年とかその前の年に発酵して今ずっと熟成してるんです。で熟成したものをこう絞っていきます。で一般的なお醤油はタンクで作ると今だいたい早いと3ヶ月ぐらいで絞るんですよ。そうすると色が薄くて塩辛くてうまみの少ないお醤油はすぐできるので、そういうお醤油とこうそこに味付けをした醤油が結構多いんですけど本来醤油って発酵食品なんですよね。味付けして作るものじゃなくて発酵熟成してる間に微生物がいろんな味や香りを作るので本来であれば工場で作っても本当は1年ぐらいかけないといけないんですけどどんどんこう短くして工業的に作るっていうのが増えてます。うち2年半ぐらいかけるんですよ。ちょっと長いんです熟成が。なのでその代わり木桶の数はあるんですよ。今ここに31本あるんです。で奥にもあるの分かりますかね。奥に19本あるんですよ。でこの奥にもう一棟蔵があるんですよ。そこ24本あるんです。でその手前の蔵にね15本あるので全部で木桶が89本あってでそれが大体3年で1回転です。古いのはあれですね。あれが4年真っ黒でしょ。4年なんです。仕込んで4年なんですけどうち出荷の8割以上8割 85% ぐらいかな再仕込み醤油なんですよ。普通は塩水に大豆と小麦を仕込むんですけど塩水の代わりに醤油を使うんです。で醤油で醤油を作るんですけどここにあるの全部再仕込みなんですよ。なのであれ4年って言ってますけど最初から言うと5年なんです。でうち再仕込みを作る原料の醤油も作ってるんで結構時間がかかる。でもないです。香りも悪くなります。香りも弱くなってあまり大きすぎるとこの酸味が出るんですけど一般的な醤油が短すぎるんです。3ヶ月なんで最低やっぱ1年で1年いいお醤油作ろうと思うと2回夏越したいんです。冬に仕込んで1年半ぐらいは絶対欲しいんですけどそれをうちはどっちかというと味を重視するので多少香りが飛んででも2年半ぐらい置きたい。